今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。幻想的な世界で心を解き放ち、夢の中で安らぎを見つける異世界のストーリーをお届けします。この動画はファンタジージャンルです。オリジナルストーリーを4話お届けします。当チャンネル眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。宇宙の果てのオアシス。カイ・ヴァンガードは、広大な宇宙を旅する冒険家だった。彼の目の前には、幼い頃から夢見ていた場所が広がっていた。ノクティスの月。永遠の夜に包まれたこの衛星は、古代の書物に記された伝説のオアシスがあるとされる場所だった。ここがその場所か。カイはつぶやいた。着陸船から降り立ったカイは、足元に広がる光る植物と、クリスタルに目を奪われた。地表は、かすかな青い光に包まれ、彼の心を静かに落ち着かせるかのようだった。まずは、このエリアを探索しよう。カイは、慎重に歩を進め、周囲を観察しながら進んでいった。奇妙な生物たちが、彼の存在に気づき、静かに姿を現す。彼らは、警戒心を持ちながらも、どこか親しげにカイを見つめていた。その時、カイの目に古代の遺跡が飛び込んできた。巨大なクリスタルの柱が立ち並び、その中心には謎めいた石碑があった。これはオアシスへの手がかりかもしれない。カイは石碑に刻まれた古代の文字を慎重に読み解こうと試みた。しかし、その文字は彼にとって見慣れないものだった。彼は慎重にノートを取り出し、石碑の文字をスケッチし始めた。この文字を解読すれば、オアシスへの道が見つかるかもしれない。カイは希望を胸に、さらに遺跡を探索する決意を固めた。未知の冒険が彼の目の前に広がっていた。彼の心は興奮と期待でいっぱいだった。この先に何が待ち受けているのか？カイは一瞬立ち止まり、星々が輝く夜空を見上げた。そして再び足を進める。彼の冒険はまだ始まったばかりだった。オアシスを見つけて地球に持ち帰るんだ。カイの心には強い決意があった。彼は未知の世界への挑戦を恐れず、一歩一歩確実に進んでいった。カイの冒険はこうして幕を開けた。ノクティスの月の静寂の中、彼の足音だけが響いていた。さあ、行こう。カイは自らを鼓舞し、遺跡の奥へと進んでいった。彼の冒険はこれからさらに深まっていくのだった。カイ・ヴァンガードはノクティスの月の道の地形を進んでいった。足元に広がる光る植物と空を仰げば輝くクリスタルの山々が彼を取り囲んでいた。その光景はまるで夢の中のようだった。彼は一歩一歩注意深く進んでいく。この場所は本当に現実なのか？カイは自分に問いかけながらも、心の中では確信を持っていた。彼は幼い頃から父から聞かされてきた伝説のオアシスを探し求める決意を新たにしていた。その時、彼の前に奇妙な生物が現れた。それは光る触手を持つ生き物で、カイの存在に興味を持っているようだった。君はこの場所に詳しいのか？カイは生物に問いかけたが、当然のことながら返事はなかった。それでも、カイはその生物の行動を観察し、何か手がかりを得られるかもしれないと考えた。生物が動くたびに、周囲の光が変化し、新たな道が浮かび上がるように見えた。カイはその道を進むことにした。もしかしたら、この生物がオアシスへの手がかりを教えてくれるのかもしれない。カイは希望を胸に慎重にその道を進んでいった。途中、奇妙な植物や古代の遺物が点在しており、彼の好奇心を刺激した。そして、ついにカイは大きな古代の遺跡にたどり着いた。そこには巨大なクリスタルの柱が立ち並び、
その中心には謎めいた石碑があった。ここが重要な場所だ。カイは石碑に近づき、その表面に刻まれた文字を読み解こうと試みた。しかし、その文字は複雑で、すぐには理解できなかった。何か手がかりがあるはずだ。カイは周囲を注意深く観察し始めた。その時、石碑の隣に小さな光る石が落ちているのを見つけた。彼はその石を拾い上げ、光にかざしてみた。これは、カイの目に映ったのは石碑の文字を解読するための鍵だった。彼はその石を使って文字を読み解き始めた。この文字はオアシスへの道を示している。カイは興奮を抑えきれず、その場で解読を続けた。文字は彼にオアシスの場所を教えてくれていた。次は湖へ向かおう。そこに重要な手がかりがあるはずだ。カイは石碑に感謝の意を表し、再び足を進めた。彼の冒険はますます深まっていく。彼の目の前にはさらに未知の世界が広がっていた。この先に何が待ち受けているのか？カイは期待と不安を胸に湖へと続く道を進んでいった。彼の冒険はまだ終わりを迎えていなかった。カイは古代の石碑の示す通り、光る湖へと向かって歩を進めていった。ノクティスの月の静寂な環境の中、彼の足音だけが響く。湖の周囲には光る植物とクリスタルが織りなす幻想的な景色が広がっていた。ここがその湖か。カイは目の前に広がる光景に驚嘆した。湖の水面は星々が映り込み、まるで宇宙そのものが広がっているかのようだった。湖の中央には小さな島が浮かんでいた。島に行ってみよう。カイは湖岸に置かれていた古いボートを見つけ、それに乗り込んだ。ボートは静かに湖面を滑るように進み、カイはその穏やかな動きに心を落ち着かせた。湖の中央に近づくにつれ、カイは奇妙な感覚に包まれた。湖面に映る星々がまるで生きているかのように輝き、彼を誘っているようだった。カイはその誘いに応えるようにボートを漕ぎ続けた。ついに小さな島にたどり着いたカイはボートを降り島の中心へと進んだ。そこには古代の遺跡があり、さらに大きな石碑が立っていた。カイは石碑に近づき、その文字を読み解こうとした。この石碑もオアシスへの手がかりを示しているのか。カイは慎重に文字を読み解き始めた。すると文字の中に隠されたメッセージが浮かび上がってきた。この湖の中央にある島がオアシスへの道を示している。カイはそのメッセージを信じ、さらに島の奥へと進んだ。彼の心は期待と緊張で高鳴っていた。島の中心には小さな洞窟があった。洞窟の入り口は光るクリスタルで飾られ、その内部は神秘的な青い光に包まれていた。ここがオアシスへの入り口か。カイは洞窟の中へと足を踏み入れた。洞窟内は静寂に包まれ、彼の足音だけが響いていた。カイは慎重に進みながら洞窟の奥へと進んでいった。すると洞窟の奥で光る壁画を見つけた。それは古代の文書とともにオアシスの場所を示していた。カイはその壁画を慎重に読み解き、オアシスへの正確な道を理解した。これでオアシスへの道が見えた。カイは洞窟を出て湖を渡り、再びノクティスの月の地表へと戻った。彼の心には新たな決意が満ちていた。オアシスを見つけ、皆にその美しさを伝えるんだ。カイは帰還の準備を整え、次の冒険に向けて歩を進めた。彼の冒険はますます深まっていく。そして彼の心には希望と期待が溢れていた。カイはノクティスの月の地表に戻ると、心に新たな決意を抱いていた。湖の洞窟で見つけた壁画と古代の文書はオアシスへの正確な道を示していた。彼はその手がかりを頼りに再び旅を続けた。この道の先にオアシスがある。カイは希望を胸に
光る植物とクリスタルの中を進んでいった。途中、奇妙な生物たちが彼を見守るように現れたが、彼はその存在を恐れずに進んでいった。彼らはまるで貝の道案内をしているかのようだった。しばらく歩くと、貝の前に巨大な遺跡が現れた。それは今まで見たものよりも、はるかに壮大で古代の秘密が詰まっているように感じられた。遺跡の中央には大きな扉が立ちふさがっていた。ここが最終地点か。貝は深呼吸をして扉に近づいた。扉には複雑な模様と古代文字が刻まれていた。彼はその文字を読み解こうと石碑で得た知識を使って解読を始めた。この扉を開く鍵は、貝は模様と文字の組み合わせを慎重に調べ、ついに正しい解読法を見つけた。彼は扉に手をかけ、その方法に従って操作を始めた。すると扉は静かに開き始めた。扉の向こうには広大な空間が広がっていた。そこには古代の文明が築いた巨大な都市が眠っていた。都市の中心には光り輝くオアシスがあった。これがオアシスか。貝はその光景に感動し、目を輝かせた。オアシスは美しく輝き、その周囲には生命が溢れていた。彼はその中心に向かって歩き出した。オアシスの中心には大きな池があり、その水面は星々が映り込んでいた。貝はその美しさに心を奪われた。ここが私が探し求めていた場所。貝は池の縁に腰を下ろし、その美しさを静かに眺めた。彼はこの場所を地球に持ち帰り、皆にその美しさと豊かさを伝える決意を新たにした。この発見を皆と共有するんだ。貝はその決意を胸に帰還の準備を始めた。彼は再び冒険を続けるために立ち上がり、オアシスを後にした。彼の心にはオアシスの美しさとその秘密を解き明かした喜びが満ちていた。貝の冒険はまだ終わりを迎えていなかった。彼の探求心はさらに新たな冒険へと向かっていた。貝はノクティスの月のオアシスを発見し、その驚異的な美しさと豊かさに圧倒されていた。彼はオアシスの中心に立ち、周囲の風景を眺めながら深呼吸をした。この場所は彼が夢見ていた以上の素晴らしさだった。この美しさを地球のみんなに伝えたい。貝はオアシスの水を手にすくい、その冷たさと澄んだ輝きに感動した。ここには生命の源が溢れている。それを地球に持ち帰ることで、人々に新たな希望を与えられると確信した。貝は帰還の準備を始めた。彼はオアシスの周囲を歩き回り、必要な情報やサンプルを集めた。古代の文書や壁画を撮影し、オアシスの地図を描き上げた。これで準備は整った。貝は心の中でつぶやき、ノクティスの月での最後の夜を過ごした。彼は星空を見上げながら、この冒険が彼にとってどれほど重要であったかを思い返した。翌朝、貝は着陸船に戻り、最後のチェックを行った。すべてが順調であることを確認し、彼は地球への帰還を決意した。地球に帰る時が来た。貝は着陸船に乗り込み、エンジンを始動させた。船が静かに浮かび上がり、ノクティスの月の地表を離れていく。彼の目にはオアシスの光景が焼き付いていた。船が宇宙空間に出ると、貝は地球への航路を設定した。彼はデータを確認しながら、オアシスの発見をどう伝えるかを考えていた。この発見が地球に新たな希望をもたらすはずだ。貝は自分の使命を強く感じていた。彼の帰還は、ただの冒険の終わりではなく、新たな始まりを意味していた。宇宙船は静かに進み、貝の心は次第に落ち着いていった。彼はオアシスの美しさと、それを守るための決意を胸に、地球への帰還を果たした。貝の冒険は多くの人々に希望と夢を与えることとなった。そして彼自身も
新たな冒険の始まりを感じていた。これからも探求を続けよカイは、そう心に近い地球での新たな日々に思いを馳せた。彼の冒険は続く。オアシスの美しさとともに、彼の探求心はますます深まっていった。時空の狭間で、エリスノバは古い書物や文献に囲まれた書斎で眠っていた。夢の中で彼女は不思議な声に導かれていた。エリス、エターナルループを見つけなさい。その声はどこからともなく聞こえ、彼女の心に深く響いた。目を覚ますと、エリスはその夢がただの幻ではないことを感じ取った。彼女は夢の中で見た風景と声の記憶をたどり、書斎に戻ると急いで調査を始めた。エターナルループ。一体何なのかしら。エリスは古代の書物をひっくり返し、エターナルループに関する記述を探し始めた。数時間後、彼女はついにその手がかりを見つけた。これだわ。エターナルループは、時空の狭間に存在する、無限のループ上の世界。彼女の心は興奮で高鳴った。エリスはその場所への扉を開く方法を見つけるために、さらに調査を続けた。そして、ついに古代の遺跡に隠された扉の存在を突き止めた。これはもしかしたら、本当に行けるかもしれない。エリスは装備を整え、遺跡へと向かう準備を始めた。彼女の心には不安と期待が入り混じっていたが、決意は固かった。翌日、エリスは古代の遺跡に到着した。遺跡の中には時空の扉が静かに佇んでいた。彼女は慎重に扉を開き、その先に広がるエターナルループへの入り口を見つけた。これがエターナルループへの道。エリスは深呼吸をして一歩を踏み出した。扉の向こうには見たことのない景色が広がっていた。過去と未来が交錯し、時間が歪んでいるその場所は不思議な美しさと神秘に満ちていた。ここが時空の狭間。エリスはその風景に目を奪われながらも慎重に進んでいった。彼女の冒険は今まさに始まろうとしていた。未知の世界への第一歩を踏み出し、エリスの心には新たな探求心と冒険への期待が満ちていた。エターナルループの謎を解き明かすんだ。エリスは決意を新たにし、その道を進んでいった。彼女の冒険はこれからさらに深まっていくのだった。エリスノバは古代の遺跡で見つけた時空の扉を前に立っていた。彼女の心は興奮と緊張で高鳴っていたが、決意は揺るがなかった。この扉の向こうにエターナルループがあるはず。エリスは深呼吸をし、扉に手をかけた。古代の文献で学んだ通りに、扉の表面に刻まれた模様に触れると、扉が静かに開き始めた。目の前には未知の世界が広がっていた。扉の向こうにはまるで時間が止まったかのような風景が広がっていた。過去と未来が交錯し、風景は次々と変わっていく。エリスは一歩一歩慎重にその世界に足を踏み入れた。これは信じられない。エリスの目の前には古代の街並みと未来の都市が入り混じった光景が広がっていた。彼女はその美しさと不思議さに圧倒されながらも進むべき道を探していた。その時、彼女の耳にかすかな声が聞こえた。エリス。彼女はその声に導かれるように古代の建物の中に足を踏み入れた。そこには時空の狭間に存在するエターナルループの秘密が隠されているようだった。この建物の中に何があるのかしら。エリスは慎重に建物の中を探索し始めた。古代の文字が壁に刻まれ、彼女はその文字を読み解こうと試みた。すると、文字の中に隠されたメッセージが浮かび上がってきた。この場所はエターナルループの中心。ここに時空の鍵がある。エリスはそのメッセージを信じ、さらに奥へと進んだ。
建物の中には古代の遺物や未来のテクノロジーが混在していた。彼女はその不思議な光景に目を奪われながらも目的を見失わなかった。この場所の秘密を解き明かさなければ。エリスは心の中で決意を新たにし探索を続けた。彼女は次々と現れる謎を解き明かし、ついにエターナルループの中心にたどり着いた。そこには巨大なクリスタルがあり、その中に時空の鍵が封印されていた。エリスは慎重にクリスタルに触れ、その鍵を手に入れる方法を模索した。これが時空の鍵。エリスはその鍵を手に入れた瞬間、周囲の風景が変わり始めた。時間が歪み、過去と未来が交錯する中で、彼女は次のステップを考えていた。この鍵を使って、エターナルループの真実を解き明かさなければ。エリスは決意を新たにし、次の目的地へと向かった。彼女の冒険は、ますます深まりを見せていた。エリスノバは時空の鍵を手に入れた後も、エターナルループの探索を続けた。次のステップを見つけるため、彼女は不思議な声に導かれるように進んでいった。エターナルループ内では、過去と未来が入り混じった風景が次々と現れていた。この場所は本当に奇妙ね。エリスは目の前に広がる光景に驚きながらも進むべき道を探していた。その時、突然目の前に幻影が現れた。それは過去のエリス自身だった。過去の私？幻影のエリスは優しく微笑みながら彼女に助言を与えた。エリス、この道を進むと次の手がかりが見つかるわ。でも、慎重に進んで。エリスはその言葉に従い、幻影が示す道を進んでいった。しばらく歩くと、次は未来のエリスが現れた。未来のエリスは彼女に新たな助言を与えた。エリス、あなたの進む道は正しいわ。でも、試練が待ち受けていることを忘れないで。エリスはその言葉に励まされながら、さらに進んでいった。途中、彼女は過去と未来の出来事を目の当たりにし、その中で多くの教訓を得た。時空の狭間では、本当に何が起こるかわからないわね。エリスは慎重に進みながらも、時空の歪みを感じていた。ある瞬間には、彼女は過去の戦場に立ち、次の瞬間には、未来の平和な都市にいることに気づいた。この歪みを正しく理解することが重要だわ。エリスはその中で、過去の出来事と未来の予兆がどのように関連しているかを学んでいった。彼女は過去の失敗や未来の成功を通じて自分自身を深く理解し始めた。この経験は私を成長させる。エリスはそう感じながら次のステップを探していた。彼女は過去と未来の自分からの助言を受け、次の手がかりを見つけるために進み続けた。ついに彼女は次の手がかりを発見した。それは古代の石碑で、そこにはエターナルループの核心に迫る秘密が刻まれていた。この石碑が次の手がかりね。エリスはその石碑を読み解き、新たな目的地を見つけた。彼女の冒険はますます複雑で魅力的なものとなっていた。次の場所へ向かおう。そこにエターナルループの真実が隠されているはず。エリスは決意を新たにし、次の目的地へと向かった。彼女の冒険はまだ終わりを迎えていなかった。エリスノバは過去と未来の自分からの助言を受けて、次の目的地へと進んでいった。彼女の前にはエターナルループの奥深くに続く道が広がっていた。進むごとに未来の風景が現れ、彼女は未来の自分からの新たな試練を受ける準備を整えた。未来がどんな試練を与えてくるのか。エリスは心を落ち着かせ、慎重に進んでいった。すると目の前に未来の自分が再び現れた。未来のエリスは彼女に重要な助言を与えた。エリス、この先には未来の災難が待ち受けている。その試練を乗り越えることで新たな力を得ることができるわ。
エリスはその言葉に従い、未来の災難に立ち向かう決意を固めた。彼女が進む先には、未来の都市が広がっていたが、その都市は崩壊の危機に瀕していた。この都市を救うためには、エリスは未来の都市を観察し、その崩壊の原因を探り始めた。彼女は未来の技術と知識を駆使し、都市を救うための方法を見つけ出そうと奮闘した。その時、彼女の目の前に巨大な機械が現れた。それは未来の災難の原因であり、その機械を停止させることが都市を救う鍵だった。この機械を止めなければ、エリスは未来の知識を駆使して機械の停止方法を模索した。彼女は過去の経験と未来の技術を融合させ、ついに機械を停止させることに成功した。やった、これで都市は救われる。エリスの心には達成感と新たな力がみなぎっていた。未来の災難を回避し、その中で得た力は彼女にとって貴重なものとなった。この力を使って、エターナルループの真実に迫ることができる。エリスは未来の自分からの助言に感謝し、次の目的地へと進んだ。彼女の冒険はますます深まり、エターナルループの核心に近づいていった。その後、エリスは新たな力を駆使して、エターナルループ内の試練を次々と乗り越えていった。彼女は未来の自分との対話を通じて得た知識と力を最大限に活用し、エターナルループの秘密を解き明かすための準備を整えた。次は、時空の統合。エリスはその決意を胸に、エターナルループの核心へと進んでいった。彼女の冒険は、ついにクライマックスを迎えようとしていた。エリスノバは、エターナルループの核心に到達し、時空の歪みを修正する方法を探し始めた。彼女の前には、巨大なクリスタルが立ち、その中には、時空の鍵が輝いていた。この鍵を使えば、エターナルループを安定させることができる。エリスはクリスタルに近づき、時空の鍵を慎重に取り出した。彼女は、その鍵を手に、時空の歪みを修正するための儀式を始めた。周囲の風景は、次々と変わり、過去、現在、未来が交錯する中で、彼女は集中して儀式を続けた。時空の秩序を取り戻さなければ。エリスは心の中でそう誓い、儀式を続けた。次第に時空の歪みが修正され、エターナルループは安定していった。過去と未来が一つに統合され、彼女の目の前には新たな世界が広がっていた。これで時空は安定した。エリスは息をつき、周囲を見渡した。エターナルループは美しく安定し、時間の流れが正常に戻っていた。彼女はその光景に感動し、自分の努力が実を結んだことを実感した。この世界は新たな秩序を持って動き始めた。エリスは時空の統合に成功したことで、時空の守護者としての役割を果たした。彼女はこの経験を通じて自己成長と新たな力を得たことを感じていた。これからも、この時空の秩序を守り続けなければ。エリスはその決意を胸に、エターナルループを見守り続けることを誓った。彼女の冒険は終わりを迎えたが、新たな使命が彼女を待っていた。エリスはエターナルループの中心で、過去と未来の自分と再び対話を行った。彼女たちは共に、この世界の未来を見据え、時空の秩序を守るための方法を議論した。私たちが力を合わせれば、この世界を守り続けることができる。エリスはそう言って、過去と未来の自分に手を差し伸べた。彼女たちは手を取り合い、新たな未来への決意を固めた。これからも、この時空の狭間を守り続けよう。エリスはそう言って、新たな一歩を踏み出した。彼女の冒険は終わりを迎えたが、彼女の使命はこれからも続いていくのだった。星の歌う調べ。
リリアスターソングは祖母の温かな声に包まれながら星の調べの伝説を聞いた。祖母の物語は星々が美しい歌を奏でるという夢のような内容だった。リリア、この星々の歌はとても特別なものなんだよ。ハーモニーの星という場所で星の歌が響き渡っていたんだ。リリアはその言葉に心を奪われ、星の歌に対する憧れがますます強くなった。おばあちゃん、その星の歌ってどんな音なんだろう？それはね、リリア、星々の調べが心に響き、すべてのものに平和と調和をもたらす音なんだよ。祖母の言葉はリリアの心に深く刻まれた。彼女はその夜、星の歌を求めて旅立つ決意を固めた。リリアは星の歌を見つけ出し、その音色を世界に届けたいと思ったのだ。私はハーモニーの星に行く。星の歌を見つけるんだ。翌朝、リリアは旅の準備を始めた。彼女は古い書物や地図を手に取り、ハーモニーの星への道を探し始めた。その間、祖母の言葉を何度も思い出しては、決意を新たにした。この地図に書かれている場所が、ハーモニーの星への入り口かもしれない。リリアは地図を握りしめ、旅の第一歩を踏み出した。彼女の心には、期待と不安が入り混じっていたが、星の歌を見つけるための強い意志が、彼女を支えていた。旅を進める中で、リリアは様々な音楽の精霊たちと出会った。彼らは、リリアの優れた音楽の才能に感銘を受け、彼女を助けることを約束した。リリア、私たちはあなたを信じています。星の歌を見つけるために、私たちの力を貸しましょう。リリアは精霊たちの言葉に感謝しながら、共に旅を続けた。彼女の心には祖母の言葉と精霊たちの支えがあり、星の歌を見つけるための希望が満ちていた。星の歌を見つけて、みんなにその美しさを伝えるんだ。リリアの冒険は、こうして始まった。彼女の旅は、長く険しいものだったが、その先には、星の歌の美しい調べが待っていた。リリアは、その音色を心に描きながら、ハーモニーの星への道を進んでいった。リリアスターソングは、ハーモニーの星へと続く道を歩み続けた。彼女の手には、祖母から教えられた地図が握られていた。地図の示す通りに進むと、やがて彼女は、星の音符が輝く花々が咲き乱れる、美しい光景に出会った。ここがハーモニーの星、なんて美しい場所なの。リリアは、その美しさに心を奪われながらも、星の歌の秘密を解き明かすために進んでいった。その途中、彼女は不思議な光を放つ精霊たちに出会った。精霊たちは彼女を歓迎し、その輝く姿がリリアの心を和ませた。リリアスターソング、ようこそハーモニーの星へ。リリアはその声に驚きながらも、精霊たちに挨拶を返した。こんにちは。私は星の歌を探しに来ました。おばあちゃんから聞いた伝説を確かめたくて。精霊たちはリリアの言葉にうなずき、彼女に近づいた。私たちも星の歌の守護者です。星の歌の秘密を知るためには、私たちの悩みを解決する必要があります。リリアはその言葉に興味を惹かれた。悩み？どんな悩みがあるのですか？精霊たちは一つ一つの悩みを語り始めた。ある精霊は花が咲かなくなった原因を探りたいと言い、別の精霊は星の光が弱くなった理由を知りたいと願った。私たちの悩みを解決することで、星の歌の手がかりを教えることができます。リリアは精霊たちの話を聞きながら、彼らの悩みを解決するための計画を立て始めた。彼女はまず、花が咲かなくなった原因を探ることにした。花が咲かなくなった場所へ案内してください。精霊たちはリリアを花が咲かなくなった場所へと導いた。そこには枯れた花々が広がっており、悲しげな雰囲気が漂っていた。どうしてこんなことに？リリアはその光景に心を痛めながらも、原因を探るために周囲を観察し始めた。すると彼女は地面の中から
かすかな音楽が聞こえることに気づいた。この音、もしかして？リリアは音の源を探し始め、ついに地面の中に隠された古代の楽器を見つけた。その楽器は壊れていたが、修理することで花を再び咲かせることができるかもしれないと感じた。この楽器を修理すれば、花が咲くかもしれない。リリアは精霊たちの協力を得ながら古代の楽器を修理し始めた。彼女はその作業に集中し、精霊たちの力を借りて楽器を復元していった。やがて楽器が元通りになり、その音が再び響き渡ると、枯れていた花々が一斉に咲き誇った。やった。花が咲いたわ。リリアはその光景に感動し、精霊たちと共に喜びを分かち合った。精霊たちは彼女の努力に感謝し、星の歌の手がかりを一つ教えてくれた。次は星の光が弱くなった理由を探りましょう。リリアは新たな目標を胸に、精霊たちと共に次の場所へと向かっていった。彼女の冒険はまだ始まったばかりだったが、その心には希望と決意が満ちていた。リリアスターソングは音楽の精霊たちと共に星の光が弱くなった理由を探るために進んでいった。彼女は花々が再び咲き誇った喜びを胸に次の課題に向かっていた。精霊たちは彼女の周りを飛び交い、次の目的地へと導いてくれた。星の光が弱くなった原因は、古代のメロディが失われたことにあるかもしれません。精霊の一人がそう言った。リリアはその言葉に耳を傾けながら、精霊たちの話を聞いた。古代のメロディを紡ぎ直すことができれば、星の光を取り戻すことができるでしょう。リリアはその言葉に決意を新たにし、精霊たちと共にメロディーを紡ぎ直す旅に出ることにした。彼女は楽器を手に取り、精霊たちの助けを借りながらメロディーを探し始めた。どこにそのメロディーが隠されているのかしら。リリアは精霊たちと共にハーモニーの星を歩き回りながら失われたメロディーを探した。途中、彼女たちは様々な試練に直面したが、リリアはその度に精霊たちの力を借りて乗り越えていった。ある日、リリアたちは古代の遺跡にたどり着いた。遺跡の中には失われたメロディーが記された石板が隠されていた。これが古代のメロディー。リリアはその石板に触れ、メロディーの断片を読み取った。彼女はそのメロディーを楽器で奏で始めた。すると周囲の景色が変わり始め、星々の光が一層輝きを増していった。このメロディーを完全に紡ぎ直せば、星の光を取り戻すことができる。リリアはその確信を胸に、石板に記されたメロディーを丁寧に紡ぎ直していった。精霊たちは彼女の周りで踊りながら、そのメロディーを支えた。リリア、あなたの力でこのメロディを完全なものにしてください。リリアは精霊たちの声に応え、すべての断片を一つにまとめて、美しいメロディーを奏でた。その音色は星々に響き渡り、ハーモニーの星全体を包み込んだ。これで星の光が戻るはず。リリアがそうつぶやくと、星々は再びその輝きを取り戻し、ハーモニーの星はかつての美しさを取り戻した。精霊たちはリリアの努力に感謝し、次の手がかりを教えてくれた。次は星の歌の断片を探し出しましょう。それが最終的な目標です。リリアはその言葉にうなずき、次なる冒険に向けて準備を始めた。彼女の心には希望と決意が満ち溢れていた。リリアの冒険はまだ続いており、星の歌を完全なものにするための旅は続いていく。リリアスターソングは音楽の精霊たちと共に星の歌の断片を探し出すための旅を続けていた。星の光を取り戻したことで彼女の心には新たな希望が満ち溢れていた。精霊たちもまたリリアの決意に感動し、全力で彼女を支えていた。次は星の歌の断片を見つけ出しましょう。それが完全な歌を取り戻す鍵です。
リリアは精霊たちの言葉にうなずき、ハーモニーの星の奥深くへと進んでいった。途中、彼女は様々な音楽の痕跡を見つけ、それらが星の歌の断片であることに気づいた。この音、まるで星の歌の一部みたい。リリアはその音をたどりながら、次々と星の歌の断片を見つけ出した。彼女は精霊たちと協力し、それらの断片を一つ一つ組み合わせていった。この断片をすべて揃えれば、星の歌が再び響き渡るはず。リリアはその確信を胸に、断片を丁寧に紡ぎ直していった。精霊たちも彼女の周りで踊りながら、その作業を手伝った。ある日、リリアは最も重要な断片が隠された場所にたどり着いた。それは古代の神殿で星の歌の核心が封じられていた。ここが最終の場所ね。リリアは神殿の中に入り、星の歌の最後の断片を見つけ出した。それは美しい音色を放つ古代の楽器に刻まれていた。この楽器を奏でれば、星の歌が完全な形に戻る。リリアはその楽器を慎重に取り出し、楽器を奏で始めた。精霊たちもその音色に合わせて歌い始め、星の歌の断片が一つにつながっていった。これで星の歌が戻るわ。リリアは心を込めて楽器を奏で続けた。その音色は星々に響き渡り、ハーモニーの星全体を包み込んだ。星々は一層輝きを増し、その美しさがすべてのものに平和と調和をもたらした。これが星の歌の力。リリアはその光景に感動し、精霊たちと共に喜びを分かち合った。精霊たちは彼女の努力に感謝し、完全な星の歌を取り戻したことを祝福した。リリア、あなたのおかげでハーモニーの星は再び美しい音色に包まれました。リリアはその言葉に感謝し、次の目標に向けて新たな決意を固めた。次は、この星の歌をみんなに届けるために、新たな旅を始めます。リリアはその言葉とともに次の冒険に向けて歩き出した。彼女の心には希望と決意が満ち溢れていた。リリアの冒険はまだ続いており、星の歌を完全な形で広めるための旅は始まったばかりだった。リリアスターソングは精霊たちと共に完全な星の歌を取り戻すための最終的な儀式を行う準備を整えた。ハーモニーの星は彼女の努力によって再び美しい音色に包まれ、すべての生物がその調べに魅了されていた。この星の歌を解放し、永遠に響き渡らせる時が来た。リリアはその言葉に決意を込め、星の歌の断片を一つにまとめた。精霊たちも彼女を取り囲み、その力を貸してくれた。リリアは心を込めて楽器を奏で、星の歌を完全な形に戻すための儀式を始めた。星の歌よ、私たちに力を与えて。リリアの奏でる音色は星々に響き渡り、その光をさらに強く輝かせた。ハーモニーの星全体がその美しい音色に包まれ、平和と調和が戻ってきた。精霊たちはその音色に合わせて踊り、星々の光とともに輝きを増していった。リリアはその光景に感動しながらも儀式を続けた。これで星の歌は永遠に響き渡る。リリアの言葉に応えるかのように、星々の光は一層強く輝き、その音色は宇宙全体に広がっていった。ハーモニーの星は再び美しい音楽と光に包まれ、その美しさがすべてのものに平和と調和をもたらした。ありがとう、リリア。あなたのおかげで私たちは再び美しい音色を奏でることができました。精霊たちはリリアに感謝の言葉を送り、その努力を称えた。リリアはその言葉に感動し、精霊たちと共に喜びを分かち合った。これからも、この星の歌を守り続けます。リリアはその決意を胸に、ハーモニーの星を見守り続けることを誓った。彼女の冒険は終わりを迎えたが、新たな使命が彼女を待っていた。星の歌をみんなに伝え続けます。
リリアはそう言って、次の冒険に向けて歩き出した。彼女の心には、希望と決意が満ち溢れていた。リリアの冒険は続いていく。星の歌を守り、その美しさを広めるための新たな旅が、今まさに始まろうとしていた。異次元の風景が、リーナは小さな画廊で働く新人画家だった。彼女は幼い頃から異次元の風景を夢で見続けてきたが、その夢が現実の絵画に影響を与えるとは思っていなかった。ある夜、リーナは特に鮮明な夢を見る。その夢の中で彼女は薄暗いながらも美しい永遠の図書館にたどり着いた。図書館の中には無数の本棚が並び、無限に広がる空間が広がっていた。リーナはその壮大な光景に圧倒されながらも、一冊の古い本に目を惹かれた。その本は他の本とは異なり、神秘的な光を放っていた。リーナは手を伸ばし、その本を手に取った。本を開くと、中には不思議な図形や文字が描かれており、それが何を意味するのか、全くわからなかった。しかし、ページをめくるごとに、リーナの心は、その本に引き込まれていった。彼女は、その本が自分の運命を変える鍵であることを直感的に感じた。夢から覚めたリーナは、心臓が高鳴るのを感じながらも、現実に戻ったことに、少しの失望を覚えた。しかし、その日の画廊での仕事中も、彼女の頭からあの夢の光景は離れなかった。リーナは画廊の片隅に置かれたキャンバスに向かい、無意識に夢で見た図書館の風景を描き始めた。彼女の手はキャンバスの上で自由に動き、筆はまるで魔法のように図書館の詳細な風景を描き出した。リーナは描くことに夢中になり、時間の経過を忘れていた。完成した絵を見て、彼女は驚愕した。それはまさに夢で見た光景そのものだった。その夜、リーナは再び夢の中で永遠の図書館に戻った。今回、彼女はもっと奥深くへと進む決意をした。図書館の中を歩き回りながら、リーナは図書館の持つ無限の知識と謎に触れることで、自分自身の中に新たな力を感じ始めた。この図書館には、私の知らない秘密がたくさんある。そして、それを解き明かすことが私の使命なのかもしれない。リーナはそうつぶやきながら、夢の中での冒険に胸を躍らせた。リーナは夢の中での冒険に胸を躍らせながら、現実でもその体験を絵に描き続けた。彼女の絵は、日に日に異次元の永遠の図書館の風景を鮮明に捉えるようになっていった。ある日、リーナはキャンバスに向かいながら不思議な感覚に包まれた。彼女の筆はまるで自分の意志を持っているかのように動き、図書館の新たな空間を描き出した。その夜、リーナは再び夢の中で図書館を訪れた。彼女が描いた新しい空間は現実の図書館内に出現していた。リーナはその空間に足を踏み入れ、未知のエリアを探検し始めた。そこには美しいステンドグラスの窓が並び、神秘的な光が差し込んでいた。図書館の奥深くに進むと、リーナは古びた書棚の一角で、もう一冊の謎めいた本を見つけた。彼女はその本を手に取り、慎重にページをめくった。その本には図書館の歴史や隠された秘密が詳細に記されていた。リーナはその内容に魅了され、ページをめくる手を止めることができなかった。次の日、リーナは夢で見た内容を現実の絵に描き起こした。彼女の絵は図書館の新たな空間を作り出し、その中に隠された秘密を解き明かす手がかりを提供していた。リーナは次第に図書館の持つ力と異次元とのつながりを理解し始めた。その過程で、リーナは図書館の守護者である古代の精霊と出会った。精霊はリーナに図書館の歴史と役割について語り、彼女の描く絵が
どれほど重要な意味を持つかを教えた。リーナはその話に感動し、自分がこの図書館を守るために選ばれた存在であることを実感した。あなたの絵にはこの図書館を救う力がある。あなたが描く新たな空間は図書館に新しい命を吹き込むのです。精霊の言葉にリーナは深くうなずいた。彼女は図書館の守護者としての使命を果たすため、自分の絵の力を最大限に活用する決意を固めた。リーナの絵が持つ魔法の力は、図書館内に新たな風景を作り出し、そこに隠された秘密を明らかにする手がかりとなった。彼女は絵を描くことで、図書館と異次元とのつながりを深めていった。リーナの冒険は、まだ始まったばかりであり、彼女はこれからも新たな発見と挑戦を続けていく。リーナの筆が生み出す魔法の風景は、図書館を守り、未来を切り開く力を秘めていた。彼女は、その力を信じ、自分の使命を果たすために、全力を尽くす決意を新たにした。リーナは、異次元の図書館と、現実の世界をつなぐ役割を果たし続けていた。ある日、彼女は特に鮮明な夢を見た。その夢の中で、彼女が描いた絵から生物が現れ始めたのだ。夢から覚めたリーナは、その夢が現実になるのではないかという予感を胸に、再びキャンバスに向かった。彼女の手は魔法のように動き、異次元の風景を描き続けた。すると、その絵から本当に生物が現れ始めた。最初は小さな妖精や奇妙な動物たちが現れ、リーナは驚きと喜びを感じた。彼女はその生物たちと交流を深め、図書館のさらなる秘密を解き明かす手がかりを得ることができた。こんにちは。私たちはあなたの絵から生まれました。あなたの助けが必要です。小さな妖精がリーナに語りかけた。その妖精は図書館の危機を伝え、彼女の助けを求めていた。私にできることはありますか？リーナは決意を新たにし、生物たちと共に図書館を守るための方法を探し始めた。彼女は生物たちから得た情報をもとに、絵を描くことで新たな防御魔法を作り出すことを決意した。彼女の絵はただの風景ではなく、図書館を守るための強力な武器となる。リーナは生物たちの指示に従い、図書館の奥深くに隠された秘密の部屋を探し出した。そこには古代の魔法書が保管されており、リーナはその魔法書を使って強力な防御魔法を描き出すことができた。彼女の絵から生まれる魔法の力は図書館を守るための盾となり、邪悪な力を撃退する手助けをした。あなたの絵は、私たちの世界を救う力を持っている。どうか、私たちを助けてください。リーナは生物たちの切なる願いを胸に、自分の使命を果たす決意を固めた。彼女の絵が持つ力は、図書館と異次元をつなぐ鍵であり、その力を使って図書館を守ることが彼女の使命となった。リーナの絵は異次元の生物たちと共に図書館の平和を守るための重要な役割を果たしていく。彼女は生物たちと共に新たな冒険に乗り出し、図書館のさらなる秘密を解き明かすための旅を続けることを決意した。リーナは図書館を守るために日々奮闘していた。生物たちとの絆を深める中で、彼女は図書館の奥深くに隠されたさらなる秘密に近づいていった。ある日、リーナは図書館の最も古い部分で特別な魔法の筆を見つけた。その筆は異次元の力を宿しており、彼女の絵を現実にする力を強化することができるという。リーナはその筆を手に取り、その力を試してみることにした。筆を使って描いた最初の絵は、図書館の防衛を強化するための強力な結界を生み出した。この筆があれば、もっと強力な絵を描くことができるわ。リーナは生物たちに語りかけた。生物たちもその筆の力に感嘆し、リーナがさらに多くの仲間を呼び寄せることを期待していた。リーナは筆を使って新たな風景を描き出し、
その中から様々な異次元の生物が現れるようになった。彼女の絵から現れた新たな仲間たちは、図書館を守るための力強い味方となった。リーナは、その仲間たちと共に、図書館の平和を守るための戦略を練り始めた。彼女の絵が持つ力は、図書館全体を守るための強力な武器となった。私たちにはまだやるべきことがたくさんあるわ。リーナは自信に満ちた声で言った。彼女は魔法の筆を使って図書館の隅々まで防御魔法を施し、新たな生物たちとの協力を深めていった。リーナの絵が持つ魔法の力は図書館の防衛を強化し、邪悪な力を寄せ付けないための強力な結界を張り巡らせた。そんな中、リーナは図書館のさらに奥深くで古代の巻物を発見した。その巻物には図書館の歴史と守護者としての使命が詳細に記されていた。リーナはその内容に心を打たれ、自分がこの図書館の守護者として選ばれた理由を理解した。この巻物に書かれていることを実行することで、図書館の未来を守ることができる。リーナは決意を新たにし、巻物に書かれた指示に従って行動を開始した。彼女の絵は図書館に新たな命を吹き込み、異次元の生物たちと共に新しい時代を築いていくことを約束していた。リーナは魔法の筆を使って図書館の未来を描くことで、その使命を果たすことを決意した。彼女の絵が持つ力は図書館を守り、新たな可能性を切り開くための鍵となるのだった。リーナは魔法の筆を手に取り、図書館の未来を描く準備を整えた。彼女は異次元の生物たちと共に、図書館の新しい時代を築くためのビジョンを心に描き、そのビジョンをキャンバスに映し出した。リーナの筆は滑らかにキャンバスを滑り、彼女の心に映る未来の光景が次々と形になっていった。図書館の中には美しい庭園や光り輝く空間が広がり、新たな生命が息づいていた。彼女の絵からは希望と平和のエネルギーが溢れ出し、その力が図書館全体に広がっていった。これが私たちの未来。リーナは微笑みながらつぶやいた。彼女の絵は図書館に新たな活力を与え、生物たちもその絵に触れることで未来への希望を感じ取っていた。リーナの描く世界は異次元の生物たちと共に歩む新しい時代の象徴となった。リーナの絵が完成すると図書館全体が輝き出した。彼女の絵は現実となり、図書館は新たな姿に生まれ変わった。美しい庭園や光り輝く空間が広がり、生物たちもその中で自由に過ごせるようになった。リーナ、あなたのおかげで私たちは新たな未来を迎えることができました。本当にありがとう。図書館の守護者である精霊がリーナに感謝の言葉を伝えた。リーナはその言葉を聞き、自分の使命を果たしたことに深い満足感を覚えた。これからも私たちの世界を守り続けます。リーナは決意を新たにし、図書館の守護者としての使命を胸に刻んだ。彼女の絵は図書館に新たな命を吹き込み、生物たちと共に新しい時代を築いていくことを約束していた。リーナはこれからも図書館を守り続けるために魔法の筆を手に取り続けるだろう。彼女の描く未来は異次元の生物たちと共に歩む新しい時代の象徴となり、その光景は永遠に続く物語となった。リーナの冒険は終わりを迎えたが、彼女の物語はこれからも図書館の中で語り継がれることだろう。未来への扉は開かれ、リーナと異次元の生物たちは共に新たな時代を歩み始めた。